清少納言と父元助。光る君へに学ぶ日本史。紫式部と彼女がブスだったのは本当か？清少納言は生没年不詳であるが、清原元助の娘として生まれている。元助は36歌仙にも選ばれた有名な歌人だが、話術にも優れ、元祖落語家とも言われた人物である。そして元助には四男二女がいたが、彼の資質を一番引き継ぎ、期待をかけられたのが清少納言であった。また清少納言も紫式部もブスだったというのは本当だろうか。清少納言たちや父元助のその後を詳しく見ていこう。清少納言は宮中では才女として知られ、さまざまな男性と浮名を流した。世を込めて鳥の空音は測るとも、世に大阪の関は許さじ。この歌は清少納言が藤原行成と一夜を共に過ごした時に読んで、百人一首にも収められている歌である。内容は夜がまだ明けないうちに鳥の鳴き真似をして人を騙そうとしても、函谷関ならともかくこの大阪の関は決して通しませんよといったような意味である。函谷関は中国河南省にあった関所で、大阪の関は守りの固いことで有名な山城の国と近江の国の国境にあった関所である。現代的に言えば、私は他の女のようにそう簡単には落とせませんからということである。清少納言は一条天皇の中宮貞子の女房として仕えた才女であった。そのため彼女は藤原行成をはじめ多くの男性貴族たちに言い寄られた。しかしプライドの高い清少納言は男たちと恋の駆け引きは楽しんだが、最後の一戦はなかなか許さなかったのである。紫式部も藤原道長に同じような態度をしているが、最後の関所はなかなか許さないというのが女性が男性にモテる秘訣なのかもしれない。それはともかく、清少納言と紫式部はブスであったという逸話が現代では定着している。しかし平安時代では女性は自分の容姿を醜いとか美しくないと卑下して書くことが奥ゆかしい美徳とされていた時代である。そのため清少納言や紫式部が時代とともにいつの間にか不美人、ブスとなってしまったようである。日本の謙遜という美徳が誤解された一例である。清少納言が男性との会話を楽しむ余裕を持ちながら最後は毅然と振る舞った性格は間違いなく父親の元助から受け継いだものである。清少納言の家系は天武天皇にまで連なるのだが、曽祖父の清原深藪は醍醐天皇の時代に活躍した優れた歌人であった。そして父の元助も村上天皇の代になしつぼの5人という選者に選ばれ、万葉集の訓典事業に預かり、五千和歌集の選定にも加わった優れた歌人である。今昔物語集には元助はとても気さくで人を笑わせるのが得意な老人であったという次の逸話が載せられている。彼は現在では葵祭と呼ばれている家紋祭で
朝廷の使者として一条王子を馬で通っていた。しかし馬がつまずいて元助は馬から真っ逆さまに転がり落ちた。彼はすぐに起き上がったが、冠が脱げ、ハゲ頭があらわとなった。当時は貴族が人前で冠を外すことは裸になることよりも恥ずかしいとされていた。ドラマで男性貴族たちが寝室でも冠をかぶっているのはそのためである。しかし元助は冠をかぶらずにハゲ頭のままで次のような演説を始めたので、周囲の人々はゲラゲラと笑った。この道は大きな石が多いから、つまずいた馬を責めてやるのはかわいそうというものだ。また冠というものは髪の毛で留めるものだが、わしにはその髪の毛がない。だから馬にも冠にも誰にも罪はない。だから皆も笑うべきではないのだと言い放つと、元助は何食わぬ顔でその場を立ち去っている。そんなしゃれっ気のある元助は和歌だけではなく人を笑わせる名人でもあったため、元祖落語家とも言われた人物であった。しかし元助は次郎階級のためにほとんどの生活は都ではなく地方で過ごした。そのため彼は50歳を過ぎてから生まれた清少納言を可愛がるとともに大きな期待を寄せ教育を施したようである。そして清原家の再興を彼女に託したのである。やがて清少納言は16歳の頃に橘の則光と結婚して、翌年には宣長を産んでいる。則光はどちらかといえば体育会系の人間で、彼女とはあまり話題が合わなかった。そして子育てが一段落すると、彼女は平凡だが刺激のない暮らしに何か疑問を持ち始める。清少納言は父元助の期待を思い出し、御所で開催される法話や説知などに積極的に参加しだすのである。ドラマでは清少納言が藤原道長たちが行う打球を観戦しているが、実際に彼女が正月に青馬の説知に参加した記録が残っている。彼女は雅やかな貴族たちの姿を見て、いつか宮仕えをしたいという強烈な願望に目覚めるのである。この頃に父親の元助は任地先で死去するが、都を離れたままの83歳の生涯であった。清少納言は父親の期待に応えるべく、子供を家中の者たちに預けて、宮中の行事にはできるだけ参加して有力貴族たちに顔を売っている。やがて一条天皇の中宮に娘貞子が決定すると、関白藤原道隆は娘の女房教育係に清少納言を指名する。993年省略4年、中宮貞子が18歳で清少納言は28歳の頃だとされているが、彼女は宮中へ上がった。紫式部がそうであったように、清少納言も宮中に入った当時は恥をかくことが多く、自宅に閉じこもりがちとなっている。彼女は枕草子に恥ずかしさと悔しさで、その頃は毎夜涙を流していた
と綴っている。宮中には数百人の女性たちがいたため、人間関係も複雑であった。しかし中宮貞子は優しく賢明な女性であったために、清少納言はこの人のためならば一生お仕えしようと決意している。やがて清少納言は夫頼光とは離婚して、宮仕えに全勢力を傾けている。彼女は藤原の池成はもとより、藤原の均等や藤原の忠信など、当時有力であった男性貴族たちと噂になっている。また道高の嫡男惟親とも交渉があったと言われている。そのため清少納言は色好み、男癖が悪いなどと言われることもある。しかし父元助に清原家の再興を託された彼女にしてみれば、有力貴族と関係を持つことは再興のための手段に過ぎなかったように思える。清少納言の最後の動画で見たように、彼女の兄弟には殺人のために報復されるような者もいた。紫式部が頼りない父親や弟のために宮中に上がったように、清少納言も同じ思いで貞子に仕えたのかもしれない。結局道高の死去とともに貞子に代わって明子が中宮となり、惟親は追放され道長が台頭する。貞子は一条天皇の皇女を産むが、引き換えに自らの命を落としている。清少納言は紫式部と入れ替わるように宮中を去るのである。清少納言は道長から明子の女房になるよう言われたが、亡き貞子への忠節を貫き辞退している。そのため後世に彼女については、老後に落泊した、老醜を晒したという逸話が数多く残された。しかし男兄弟に代わって女性も筆一本で出世できた時代だと考えれば、清少納言が生きた時代は不幸だとも思えない。女性でも努力次第で自らの将来を切り開けたのである。もちろん貴族社会に限ってのことだが、現在の我々が学べる点も大いにありそうだ。子供を母親だけではなく、周りの人々が一緒に育てている。また男女ともに何回離婚再婚を繰り返しても何の問題もなかった。有名人だからといって週刊誌に書き立てられることもなかった。清少納言も分かっているだけで3回離婚と再婚を繰り返して一男一女を設けている。平安時代は文化的には現代よりも優れていた一面もあったように思えるのである。